両足を失った男が街角でギターを弾いている。少尉軍人と呼ばれた人々の一人だ。この白黒写真に AI で色を与えてみる。戦場で手足を失い帰国した元兵士たち。軍人恩給は GHQ の指示で停止され、身体が不自由で働くこともできなかった。今のような生活保護制度もまだない。生きるために街角に立ち、ギターやアコーディオンを弾いて道行く人に頭を下げた。1945年8月15日、戦争が終わった。軍国主義の時代は終わり、日本は平和と民主主義の道を歩み始めた。戦争によって310万人が命を落とし、66の都市が焼かれていた。日本の都市では焼け野原にバラックを建て、闇市で食料を探し、子供たちは靴を磨き、新聞を売った。戦場で手足を失った兵士は街角に立った。精神を病んだ兵士もたくさんいた。当時は PTSD という言葉もなく、心を病んだ兵士は戦争神経症と呼ばれた。それでもこの国は立ち上がった。焼け野原からわずか13年で東京タワーが立ち、19年で東京オリンピックが開催された。今日は終戦後の日本の写真をカラー化しながら、焼け跡から復興へと歩んだ人々の姿を追ってみよう。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。証言台に座る東条英機、両脇にアメリカ軍の憲兵が立っている。 AI で色を入れてみる。戦争を指導した者たちは裁かれた。極東国際軍事裁判、通称東京裁判だ。1946年5月3日に改定し、1948年11月12日に判決が下された。法廷は東京市ヶ谷の旧陸軍士官学校の大講堂に設けられた。11カ国が裁判官と検察官を出し、永久戦犯として28人が起訴された。東条英機は開戦時の首相だった。広田光輝は文官で唯一の死刑判決を受けた。裁判中に病死した松岡洋と長野修身を除く25人が有罪となり、7人が絞死刑を宣告された。1948年12月23日、刑が執行された。この裁判をめぐっては今も議論が続いている。事後法の訴求的適用や連合国側の戦争責任が問われなかったこと。インドのパール判事は全員無罪を主張した。一方で日本の戦争犯罪については多くの客観的な証拠が提出されており、弁解の余地がないものもあった。いずれにしても裁かれたのは指導者たちだった。戦場から帰ってきた普通の兵士たちは裁かれなかった。彼らは焼け野原の中でゼロから暮らしを立て直していった。終戦直後に組閣された東国宮内閣の写真だ。 AI でカラーにしてみる。1945年8月15日、玉音放送が流れた。だがその直前、陸軍の一部がクーデターを起こしていた。宮城事件と呼ばれるこの騒動は鎮圧されたが、陸軍の無統制ぶりは明らかだった。この混乱を収めるため白羽の矢が立ったのが皇族の東国宮成彦王だった。8月17日に首相に就任。日本史上唯一の皇族による内閣だ。宮様内閣とも呼ばれた。皇族の権威をもって軍を統制し、降伏手続きを混乱なく進める。それがこの内閣に与えられた使命だった。副総理には近衛文麿、海軍大臣には米内光政、外務大臣の重光葵は9月2日に東京湾の戦艦水売艦上で降伏文書に署名した。だが10月、GHQ が人権指令を出した。治安維持法の廃止、政治犯の釈放。東国宮内閣はこの指令の全面的な受け入れを拒否し、わずか54日間で総辞職した。日本で最も短命な内閣。だがこの54日間で日本は軍国主義の国から占領下の民主国家へと大きく舵を切った。銀座の百貨店の屋上から東京の街を見下ろしている。80年前のこの景色を AI で蘇らせてみる。見渡す限りの焼け野原だ。建物の残骸がポツポツと立っているだけ。東京は1944年11月から終戦まで
合計106回もの空襲を受けた。中でも1945年3月10日の大空襲は凄まじかった。B29 が300機以上で低空から焼夷弾を投下。下町一帯が炎に包まれた。一夜で約10万5千人が亡くなり、約85万戸の家屋が焼失した。被災者は310万人に上った。その後も4月5月と大規模な空襲が続き、東京の市街地はほぼ壊滅した。だが、この写真が撮られた時、焼け野原にはすでに人々が暮らしていた。バラックと呼ばれるトタンやゴザの掘り立て小屋を建て、焼け跡の上に新しい生活を始めていた。水道も電気もない。だが、人は住む場所を作り、そこで生きた。国会議事堂の前で人々が畑を耕している。AI で色をつけてみる。国の中枢のすぐ前が畑になっている。それほどの食料不足だった。敗戦直後の日本経済は破滅的な状況にあった。食糧難と物資不足でインフレが進み、失業や住宅難も深刻化していた。1945年の米の収穫とかは1939年の 57% に過ぎなかった。明治43年以来の凶作だ。政府が必要とする量より2000万石も足りなかった。米の配給は大人1人当たり1日2合1サウ。しかもこれはさつまいもやじゃがいもを含めた数字だ。血灰や血灰は日常的で、都市部では飢餓が現実のものとなっていた。人々は生き延びるために動いた。農村に列車で出かけ、着物や貴金属と引き換えに食料を手に入れる。買い出しと呼ばれた。八王子では餓死突破同盟が結成され、トラックで近隣の農村を回り、食料の救援を求めた。闇市では統制外の価格で食料が売買された。違法だが、そうしなければ生きられなかった。配給だけで暮らそうとした裁判官が栄養失調で亡くなったという記録も残っている。法を守れば死に、破れば生きられる。それがあの時代の現実だった。神戸三宮駅の前で大勢の人が路上に横たわっている。この写真に AI で色を入れてみる。1947年、終戦から2年が経っても、駅や闇市の周辺には不老者が溢れていた。家を失った人、仕事を失った人、戦地から帰ってきたが行く場所のない人、中には栄養失調でそのまま亡くなる人もいた。1945年9月20日の深夜、この三宮駅の構内で一人の不老児が死んだ。駅員が持ち物を調べると、ドロップの缶が出てきた。落としたら拍子に缶の蓋が取れて、中から小さな骨のかけらが転げ落ち、あたりに20から30匹のホタルが踊るように飛び立った。不老児が持っていたのは、飢えて死んだ妹の骨だった。野坂昭如のホタルの墓の冒頭は、この三宮駅から始まる。占領軍の兵庫軍政チームの報告書には、神戸周辺の不老児の調査と保護の記録が残っている。施設に収容された孤児たちは極端に詰め込まれ、衛生的とは言えない状態だった。食料の確保も深刻な問題だった。それでも民間の施設や行政が手を差し伸べ、一人でも多くの子供を保護しようと奔走した。新聞を抱えた子供たちが大人に混じって働いている。AI で当時の色を再現してみる。1948年の厚生省の調査で、孤児の総数は12万3511人。そのうち空襲で家族を失った戦災孤児は2万8248人。必要孤児が1万1151人。学童疎開の最中に都市に住む家族が空襲で全滅し、疎開先で孤児になった子供も多かった。靴磨きのイメージが強いが、実態は違う。道具一式の費用が高く、靴積みも高価だったため、靴磨きで生きる孤児は数年で姿を消した。多くの孤児はもらいで生きていた。切符売り場で連れ銭をもらう。待合室で弁当を食べている人から食べ物をもらう。他にも木拾い、つまり捨てられたタバコを集めて売る。新聞売り、紙くず拾い、露店の手伝い、置き引きやかっぱらいに手を染める者も少なくなかった。世間は戦災孤児に冷たかった。窃盗や恐喝を働く犯罪者とみなされた。国は彼らを国児と呼んでいた。戦争被害者から不老児という反社会的存在として扱うようになった。仮込みと呼ばれる強制収容が行われた。警察と行政が協力して路上の子供を捕まえ施設に送り込んだ。餓死する孤児は後を絶たず、自ら命を絶つ子供もいたという。東京の深川、掘ったて小屋の前で子供たちが話している。80年前のこの場面に AI で色を入れてみる。焼け跡にはバラックと呼ばれる小屋が並んでいた。壁はトタン板、屋根はゴザ、窓も台所も
風呂場もない。政府はこうした人々のために間口5メートル、奥行き3メートルほどの6坪の住宅を1000円で売り出した。1000円。バラックと呼ばれた。たった1日で建てられるその家は、四方をベニヤ板で囲っただけのものだった。窓の代わりに板戸を棒で押し上げる。明かり取りがついていた。電気は通じていない。夜はランプで過ごした。ある市民は日記にこう記している。どこからでも見通しの利く我が家であると。風呂に入ろうにも裸になる場所がない。家中どこにいても通りから丸見えだった。だが、隣の家もその隣も皆同じだった。誰もが同じ暮らしをしていた。焼け跡の赤い土を耕し、小さな菜園を作った。白菜や大根の芽が出るのを夫婦で語り合った。6畳と3畳の2間だけの仮住まい。子供が寝るまで読書もできない。それでも人々はそこで暮らし続けた。この写真の子供たちもそんな暮らしの中にいる。だが表情は明るい。どんな状況でも子供は遊ぶ。福音船江ノ島丸の甲板。兵士たちが手すりに並び、陸地を見つめている。終戦時、海外にいた日本の軍人と民間人は合わせて660万人を超えていた。中国に約155万人、満州に約105万人、朝鮮に約70万人、台湾に約48万人、南洋群島、東南アジア、太平洋の島々。この660万人を日本に返す。人類史上最大規模の集団帰還事業が始まった。引き上げ開始から4年間で 99% を超える日本人が帰国した。だが、その道のりは地域によって大きく異なった。台湾からの引き上げは比較的穏やかだった。現地住民からの報復もなく、1946年4月までにほぼ完了した。一方、満州では約24万5千人が命を落とした。ソ連軍や現地住民の襲撃、集団自決、飢餓と疫病。その犠牲者の数は東京大空襲や広島の原爆投下を上回る。甲板から見える陸地は故郷の姿だ。何年も離れていたこの景色をどれほど待ち遠しく思っただろう。博多港、朝鮮から帰国した兵士たちが埠頭を歩いている。伝染病の蔓延を恐れた GHQ の指示により、引き上げ所には厳しい検疫が課された。DDT の粉を全身に吹きかけられ、身体検査を受けてからようやく上陸できた。栄養失調、マラリア、結核、脚気。引き上げ所全体の 10% が何らかの病気にかかっていた。1946年4月には関東から浦賀に入港した。引き上げ船でコレラが発生した。20隻もの船が海上隔離のため沖合に停泊を命じられた。祖国を目の前にして7万人が船の上で足止めされ、そのうち70人が亡くなった。上陸した者には引き上げ証明書と1人100円の帰郷旅費が渡された。持ち帰りが許されたのは自力で運べるわずかな荷物だけだった。博駅で福音列車を待つ兵士たちの姿だ。 AI でカラーにしてみる。引き上げ元のために福音列車と呼ばれる特別列車が他に優先して運行された。鉄道は荒廃していたが、この列車だけは走った。兵士たちはここから故郷を目指した。だが帰り着いた故郷が焼け野原だったという者も多い。家族が疎開先で亡くなっていた者もいた。海外に残してきた財産は全て失われた。家も土地も貯金も。政府は引き上げ元に旧軍用地を農地として開放する戦後開拓事業を始めた。だが多くの土地は農業に向かなかった。10年で19万世帯が従事したが、5万世帯が断念した。戦争に行って生き残ったのに帰る場所がない。それが多くの復員兵の現実だった。映画の看板の前で少尉軍人が物乞いをしている。この写真にも AI で色を入れてみる。看板には東宝の戦争映画が描かれている。映画の中では戦争は娯楽として消費されていた。だがその足元に座っているのは本物の戦争の犠牲者だった。戦時中、降伏することは恥とされた。戦場で重傷を負った兵士は自決を迫られた。自決できない者は上官の指示で処置された。それでも生き延びた者が少尉軍人となった。戦前、少尉軍人は名誉の負傷として
社会的に敬われていた。軍人将尉記章を身につけることが許され、公の場で優遇もされた。だが、終戦後、すべてが変わった。連合国の占領下で、軍人恩給は打ち切られた。徴兵保護員も廃止された。手足を失い、働くこともできない元兵士たちは、一夜にして、何の保証もなくなった。彼らは白い鋲炉を着て、街角に立った。白衣募金と呼ばれた。アコーディオンを弾く者、ハーモニカを吹く者、駅前や縁日の人通りで頭を下げて金をこう。1950年頃には各地の条例で街頭募金が禁止されるようになった。行き場を失った少尉軍人たちは国立療養所でその後の人生を送った。サンフランシスコ講和条約の発効後、ようやく軍人恩給が復活した。だがそれは終戦から7年も後のことだった。国のために戦い、体を失った者たちが7年間国に見捨てられていた。横浜の路上でアメリカ兵が土産物を選んでいる。その周りを日本人の群衆が囲んでいる。AI で色を与えてみる。1945年8月28日、連合国軍が日本に上陸した。占領は7年間に及んだ。進駐した連合軍の約 75% はアメリカ軍。残りはイギリス軍やオーストラリア軍だった。日本人は最初占領軍を恐れた。だが、報復行為を避けるため対日戦に参加した兵士はなるべく日本に駐屯させないようにされていた。 GHQ は占領軍を進駐軍と呼ばせた。否定的なイメージを取り除くためだ。兵士たちはガムやチョコレートを配った。子供たちはギブミーチョコレートと叫んだ。 GHQ は日本の新聞やラジオ、映画、手紙や電話まで検閲した。連合国軍への批判は一切許されなかった。占領軍兵士による犯罪も報道管制が敷かれ、国民に知らされることはなかった。日章旗の掲揚も禁止された。横浜で国旗を上げた男性が軍事法廷で重労働6ヶ月の判決を受けた。その一方で民主化と呼ばれる改革が進んだ。農地改革、財閥解体、婦人参政権、日本国憲法もこの占領下で生まれた。恐怖と自由、抑圧と改革。占領下の日本は矛盾に満ちていた。学校で子供たちが給食を食べている。 AI で色をつけてみよう。戦後、深刻な食糧難が広がる中、育ち盛りの子供たちは空腹にあえいでいた。この子供たちの栄養状態を改善しようと始まったのが学校給食だった。1946年12月、東京の学校で初めて実施された。給食のメニューは刻んだ大根と人参、鮭とマカロニの入ったクリームスープだった。食料はアメリカの民間救援団体ララからの援助で賄われた。1947年からは全国の都市部の約300万人の児童を対象に週2回以上の給食が始まった。脱脂粉乳とトマトシチュー。主食のご飯は各自が家から持ってきた。補食給食と呼ばれた。給食費は1食あたり1円50銭。今の金額で15円から30円ほどだ。日本政府は GHQ に給食の無償化を提案した。だが GHQ はパンを自らの労働で得ることを子供に教えるべきだとしてこれを退けた。1951年、講和条約の調印を受けてアメリカからの小麦の贈与が打ち切られると給食を中止する学校が続出した。この危機を救ったのは給食の継続を求める国民の声だった。1954年、学校給食法が制定され、給食に法的な根拠が与えられた。戦後の飢えの中で生まれた学校給食は、こうして日本の社会に根付いていった。闇市でカストリ酒を飲んでいる人々の写真だ。AI で色を入れてみる。終戦後、各地に闇市が生まれた。新橋、上野、新宿、池袋。配給では手に入らないものが、ここでは何でも買えた。闇市で最も出回ったのがカストリ酒だった。本来、カストリ焼酎とは酒粕を蒸留して作る由緒ある日本の焼酎だ。だが戦後のカストリは全く別物だった。さつまいもや麦を素人があり合わせの道具で蒸留した粗悪な密造酒だった。ラベルのない不揃いの瓶に詰められ、原料もアルコール度数もわからない。とりあえずアルコールの匂いだけはする。得体の知れない液体だった。ひどいものになると工業用の変性アルコールを
水で薄めただけのものもあった。メタノールが混じっていても味にはわからない。飲んだ者が失明し命を落とした爆弾、メチール酒と呼ばれた。1947年の時点で密造酒の生産量は正規の酒の生産量を大幅に上回っていた。密造の検挙件数は年々増え続けた。都市近郊には大規模な密造集落まで生まれた。それでも人々は飲んだ。焼け跡の生活で酒だけが気晴らしだった。広島、校舎の屋上で少女たちが踊っている。背景には見渡す限りの焼け野原が広がる。AI で80年前のこの瞬間に色を入れてみる。1945年8月6日、広島に原子爆弾が投下された。その年の末までに推計13万人が命を落とした。原爆は75年間は草木も生えないと言われた。だが、翌年の秋には焼け跡に雑草が芽を出した。被爆した路面電車は10日の3日後に運行を再開した。1946年1月、広島市復興局が設立された。だが資金難で復興は思うように進まなかった。そんな中、原爆投下からちょうど1年後の1946年8月、平和復活祭が開かれた。この写真はその頃に撮影されたものだ。広島市女子小児学校の生徒たちが踊っているのは復興コータ。焦土と化した街に活気を取り戻し、亡くなった人々を弔うための踊りだった。GHQ のプレスコードにより原爆の被害に関する報道は禁じられていた。被爆者への差別もあり、多くの人が自らの体験を語ることができなかった。1949年、広島へいわき年都市建設法が制定され、ようやく本格的な復興が動き出した。1954年には爆心地付近が平和記念公園として整備された。廃墟の屋上で踊るこの少女たちは、広島が再び立ち上がろうとする姿そのものだった。シベリアから帰ってきた男が家族に囲まれている。 AI でこの瞬間に色を与えてみる。ようやく祖国に帰ってこれて家族にも再会できたのか。表情はとても嬉しそうだ。終戦後、スターリンは命令を下した。日本軍捕虜50万人をソ連各地の収容所に送り、強制労働を行わせよと。実際に連行された日本人は約57万5千人。シベリアだけでなく中央アジアやモンゴルにも送られた。氷点下40度の極寒の中、満足な食事も与えられず、森林伐採や鉄道建設の重労働を課された。約5万5千人が命を落とした。その多くが最初の冬に集中している。収容所では共産主義の思想教育が行われた。民主運動と呼ばれたそれは、革命思想を持たない者を反動と呼び、寿司上げや暴行を伴うものだった。ソ連に忠誠を誓い、帰国後に共産主義を広める活動をすると、念書を書いた者は早く帰れた。念書組と呼ばれた。1949年、約2000人を乗せた引き上げ船が舞鶴港に入港した。歓迎を受けたが、その中の約240人が日本共産党に入党した。後続の船では上陸を拒否する引き上げ所や警察官との騒ぎを起こす者も現れた。シベリアの収容所で何が行われたのか。帰ってきた者たちの変貌に家族は戸惑った。最後の機関車が日本の土を踏んだのは1956年。終戦から11年が経っていた。これは現代で撮影した東京タワーだ。1958年12月23日、東京タワーが完成した。高さ333メートル。当時、世界一高い鉄塔だった。この塔の鉄骨の一部には、朝鮮戦争で使われたアメリカ軍の戦車のスクラップが使われているという。焼け野原からわずか13年。あの写真の銀座の焼け跡が嘘のように、東京は生まれ変わっていた。310万人が死に、66の都市が焼かれた。路上で眠り、闇市で生き延び、カストリ酒を飲んで廃墟で踊った人々。その人たちがこの国を立て直した。2012年、東京スカイツリーが開業した。高さ634メートル。東京タワーの約2倍だ。新しい塔が街のシンボルになるにつれて、東京タワーは少しずつ風景の中に溶けていった。時代は移り変わる。新しいものが古いものにとって変わる。それは自然なことだ。だが、戦争の記憶は忘れ去られていいものではないと思う。310万人の犠牲者、焼け野原で生き延びた人々、シベリアから帰れなかった人々、原爆で家族を失った人々、私たちの両親、祖父母や祖祖父母もこの時代を生き抜いた一人であったでしょう。あの時代を生きた一人一人のことを忘れてはいけないと思う。このチャンネルでは、
そんな歴史の写真を AI でカラーにして皆さんに届ける活動をしている。研究によると、人はカラーの映像の方が白黒よりも記憶に残りやすいという。80年前の出来事を少しでも身近に感じてもらえたら、あの時代に生きた人たちのことを忘れないでいてもらえたら、そう思ってこの活動を続けています。共感していただけるなら、高評価とチャンネル登録ボタンで応援お願いします。漢字が苦手で間違いが多くてすみませんでした。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。